皆さんこんにちは。今吉田さんから紹介いただいた清調布塾の長です。まずは、調布塾に参加している皆さん、それから保育園の活用事例を寄せていただいた保育士さんたちと子どもたち、講師をしていただいている吉田由子さん、お手伝いをしてくれているファシリテーターの皆さん、そしてこのプレゼンの場を用意してくださった皆さんに心から感謝いたします。調布塾は幼児教育をテーマとして TOCFE のすべてのツールを基礎から学ぼうというものです。参加する保育士さんたちが毎週となると参加は難しいということで、調布塾では毎月1回全6回というカリキュラムにしてきました。今その第4回クラウドワークまで終了しています。月に1回なのでブランチやクラウドなどのワーク終わった後は必ず宿題を出して次の回にみんなで事例を持ち寄り発表するようにしました。これがその時の発表事例です。学んだらやってみるです。またブランチだけですが皆さん素敵な事例を持ってきてくれました。次のクラウドの事例発表会も楽しみです。これから紹介するのは調布塾で実際に使用したスライドの一部です。保育士さんたちを中心にということなので、子どもたちに大変人気のあるサルカリ合戦をブランチの題材にしてみました。ここでは、原因と結果を表してみよう、このままだとどうなる、どこからダメになったの、どうすればよかったというように子どもたちに問いかける形にしてみました。これがサルカリ合戦のブランチです。原因と結果を表してみよう。猿は青くて硬いカキをカニに投げつけたら、カニはショックで子供を産んで死んでしまったというところです。このままだとどうなってしまうでしょう。カニに敵を撃たれて猿は死んでしまいます。どこからダメになったんだろう。カニはショックで死んでしまった。どうすればよかったんだろう。カニと猿が柿を分け合って一緒に食べればよかった。このサルカリ合戦のブランチが結構大変盛り上がりました。ここからは実際に参加してくれた保育士さんが保育園で行ったブランチを紹介します。で子供は5歳児クラス、なので5歳と6歳で1クラス20人くらいです。で保育園には発達障害の子供もいます。ある保育園では担任の先生がサルカリ合戦のお話を聞かせた後に、猿はどうすればよかった、お猿さんのことをどう思ったという質問を子どもたちにしてみました。そこの写真が実際に子どもたちの話です。これをちょっとブランチに書き換えてみました。もしカニさんが柿を早くくれとお猿さんに言った、かつお猿さんは誰かと友達になりたいと思っているならば、結果としてお猿さんはおいしい柿をカニさんに分けてあげる。もしお猿さんはおいしい柿をカニさんに分けてあげるならば、結果としてお猿さんはカニさんと仲良く柿を食べる。もしお猿さんはカニさんと仲良く柿を食べるならば、結果としてお猿さんはカニさんとお友達になる。このブランチにはないんですけども、柿の種をあげなかったらよかった。もう最初からおにぎりと柿の種を交換 しなければ何もなかったよねっていう子供もいました。次にお猿さんのことをどう思ったと子供たちに聞いた子供たちの答えがこれです。自分ばかり良ければいいという猿は最低。人はどうなっても良いという考え方は絶対良くない。鬼猿と子供たちは自分だけ良ければ良いという考えはダメということをちゃんと気づいています。他の保育士さんも保育園の5歳児クラスにブランチをやってみました。同じように担任の先生がアリとキリギリスのお話をみんなに聞かせた後、
どうしてキリギリスさんはヨロヨロになったの？どうすれば元気なキリギリスさんでいられたのかなという質問を子どもたちにして一緒にブランチを作っていきました。もうその結果、模造紙は付箋でいっぱいになりました。写真はその時の実際のブランチです。これをちょっと見やすいように書き換えてみました。もし働くのが面倒くさい、かつ歌ったり踊ったりしていたい、かつ働くと疲れるならば、結果として夏にキリギリスは働かなかった。もし夏にキリギリスは働かなかった、かつアリさんが全部取ったならば、結果として冬にご飯がなかった。もし冬にご飯がなかったならば、結果としてお腹が空きすぎた。もしお腹が空きすぎた、かつご飯が食べられなくなったならば、結果としてキリギリスがヨロヨロになる。冬にご飯がなかったのは、キリギリスが働かなかっただけでは十分ではなくて、アリさんが全部取った。つまり、アリさんが食べ物を分ければいいというのは子どもたちの考えです。どうすれば元気なキリギリスさんでいられたのかなというブランチです。もしアリさんが働こうと誘う、かつ遊ぶ時間と働く時間を分けるならば、結果として冬に食べ物がある。冬に食べ物があるならば、結果としてご飯が食べられる。もしご飯が食べられるならば、結果としてキリギリスさんが元気。いっぱい意見が出て、一つのでまとめられませんでした。でもう一つのどうすればよかったのです。もしアリさんとお友達になる、かつアリさんの家族になる、結婚する、かつアリさんがご飯をあげるならば、結果として冬に食べ物がある。もし冬に食べ物があるならば、結果としてご飯が食べられる。もしご飯が食べられるならば、結果としてキリギリスが元気。この話では、夏にキリギリスさんは働くてもいいんです。アリさんと結婚するっていうのは、とても素敵なアイデアです。子供たちとブランチをやった時の子供たちの様子を保育士さんたちに聞いてみました。物語を読んであげているところからとても集中していた。子供たちが次々といろんな意見が出てきた。子供たちからそうだとつい声に出てしまうと考えひらめいて発言していた。とても楽しかったようで、終わってからもまたやりたいという声が出てきた。もう次の本を探していた。普段集中力がなくお話を聞けない子もやっているうちに自分で考え積極的に発言するようになった。とてもなんかノリノリでやってたような話です。保育士さんたちにもブランチをやってどうだったか聞いてみました。子どもたちがよく物語を理解していたことに驚いた。解決策も大人のように一方向でなく多方面からいろんなことを考える力があることが分かる。子どもの気持ちを否定しないと子どもたちが気持ちを出せるようになる。子どもたちとブランチをやってみたら自分で考えていることを整理できるようになった。もう一つ、子どもたちとブランチをやったらこんなことが起こりました。ある発達障害の子どもはパニックになると自分の気持ちが言えずになかなかクールダウンができなかった。みんなでブランチをやった後、パニックになりそうな時、今の気分、今日できそうなことをメモから選択させてみた。そうしたら自分でやりたいことを考え表現できるようになる。自分で選んだものは、できるかどうかは別として子どもがやろうとするようになる。そうしたら今度は保育士も子どもがやろうとすることが分かるようになる。これがその時の先生が実際に使ったメモです。本当にこんなちっちゃなメモで、笑った顔と怒った顔を書いて、今の気持ちどっち？そうすると子どもが怒った顔に×を書きました。今日はどれできそう？朝の集まり嫌だ。発表会の絵を描く丸。遊ぶ20枚。いっぱいやりたい。発表会の練習やるに丸書いてあります。
この話を聞いて、これ出していけないこの話を聞いて、たった2回、4時間の学びで、子どもも先生も変わってしまうという、この TOCFE ツールがなんとパワフルなことかと驚きました。保育士さんたちが子どもにやったことっていうのは、何かやりなさい、それはしちゃダメということではなく、どう思う、どっちがいいなんです。びっくりマークでなく、ハテナマークなんです。これってどっかで見たことありますよね。これ登場だ。ここでゴールドラット博士が登場して、ゴールドラット博士は、人が考えるようになるためには、びっくりマークよりもハテナマークの方がよっぽどいいと言っています。指示ではなく質問すること、それは小さな子供に対しても同じなんだなと思いました。ここからちょっと駆け足で調布塾やってみてどうだったか。保育士さんの他にも看護師さん、学童関係者、IT 関係者、それから小さな子供を持つ母親など多彩な方が参加してくれました。それからたくさんのファシリテーターがお手伝いに来てくれました。それと保育園で実際にプランチ、クラウドを使ってみてくれています。参加できなかった保育士さんたちも興味を持ってくれています。また教材作りやファシリテーターで我々もまた学んでいます。調布塾が終わったらさらに何ができるか。調布塾では参加者からたくさんのお話やフィードバックをいただいています。今後この調布塾の資産を引き継ぎ、次の〇〇塾へとバトンを渡し、そしてまた次へとバトンをどんどん渡していければ TOCFE を学ぶ人がどんどん増えていく、そうなるといいなと思っています。そして今日私の話を聞いて、TOCFE 〇〇塾やってみようと思ってくれた人がいたらとても嬉しいです。最後に報告します。かみさんのお口から始まった調布塾ですが、残念なことに実はまだかみさんの口はちっとも出ていません。どうもありがとうございました。